はい、よろしくお願いします。今回の動画はですね、LINEのPython の基礎の2回目ということで、今日の目標はですね、まずはアルゴリズムって言った時のそのアルゴリズムの概念をまず理解することと、もう一つは、LINE の Python の内容で言うと、前回までは、フォアループとか、if 文、条件分岐なんかを主にやっていましたが、今回はPython で関数を作るということにフォーカスを当てて、動画をやっていきたいと思います。それで、今日の最終的な目標としては世界最古のアルゴリズムと言われている、ユークリッド誤助法と呼ばれるアルゴリズムを LINE の Python で実装するというところを最終目標にしたいと思います。全体としてはこのくらいのコードを書く予定です。では始めましょうか。まずはアルゴリズムって何かっていう話なんですけど、アルゴリズムっていうのはある問題があった時にその問題を解くための手順のことですね。例えばコンピュータプログラムで必ずしも書かれていなくてもいいんですけれども、まず何か入力があって、その入力をもとにある問題をこう解いていくと。で最終的に、スタートから、ゴールエンドまで行った時にその問題が解かれている。その手順がこういうふうにステップを追って、明確に定義されているものですね。それをアルゴリズムというふうに呼びます。それで、アルゴリズムっていうのは9世紀の数学者のアルフアリズミっていう数学者がいたんですけど、その人の名前がアルゴリズムという言葉の語源になっているというふうに言われています。で先ほど世界最古のアルゴリズムがあるというふうな話をしましたが、ユーグリッド誤助法というアルゴリズムです。で今日はそのユーグリッド誤助法を元に話を進めていきたいというふうに思うんですけど、ユーグリッド誤助法っていうのは何かっていうとですね、問題としてはある2つの自然数が与えられたときに、その2つの自然数の最大公約数を求めるアルゴリズムです。で例えば具体的にはですね、これにしましょうか。1071という、整数と、462という整数が与えられたときに、その2つの数の最大公約数は何かというふうな問題が与えられたときに、それを解くための手順を記したものがユークリッド誤助法と呼ばれるものです。でその手順っていうのはそんな難しくなくて、今から少し話しますと、1071という数字と462という数字が与えられたときに、まず1071を462で割ります。そうするとその割った小が、2ですね。で余りが147になります。で次に、先ほど与えられたB で与えられた値ですね。これ462を今度、余りで割ります。つまり462割る147をすると、その小が、3で余りが21になりますよね。でそれと先ほどと同じように、この割った方の数ですね、147を余りでもう一回割ります。そうすると小が7で余りが0に
なります。余りが0になった時の b の値ですね。 b の値がつまり21が最大公約数ですと、そういうアルゴリズムがユークリッド誤情報になります。はい、それでは実際にプログラミングを書いていきたいんですけど、そのプログラミングを書く前に先ほどのユークリッド誤助法の手順をもう一回数式でちょっと書いてみますと、1071と462という数字が自然数が2つ与えられたときに、まず1071を462で割ると2、余り147になると。で、2つ目の B で与えられた462を今度、先ほどの余りで割るとですね、147で割ると3余り21になる。で同様に147を先ほどの余りの21で割ると7余り0になります。でこれを繰り返していって、余りが0になった時の2つ目の B の値ですね、これが最大公約数、最大公約数になると、そういうアルゴリズムでした。でこれをフォア文の形で、分かりやすく少し書き換えてみたいんですけど、まずループの1回目0回目ですね。0回目の時は、A が、1071 B が462に与えられた時に小を例えば90という変数で書いた時に A 割る B にして、求めるわけですけど、その時に、小数点が出てきちゃいますので、このフロア関数っていうので小数点以下を切り捨てます。でこれはまた後で出てくるので後で説明します。つまり答えは2になるわけですね。で次に、余りを求めたいんですけど、余りはリメインダーなので、R0 というふうに書きましょう。i が0なので。で余りを求めるときは先ほども言いましたがパーセンテージで書くので A%B というので、求めることができます。で実際には147なので R0 には147が格納されると。で先ほど上で書いたこの式を一旦確認のためにプリントしたいので、こういう式に表すと、つまり A イコール 90×B プラス R0 という形に、表すことができます。これは、つまりこれと全く同じってことですね。で今度はここまでで次にループの2回目、つまり i イコール1に行きたいわけですけど、ここでは A が462、つまり先ほどの B の値になっていて、B が147、つまり先ほどの余りの数ですね。余り、これですね。ここの R0 にしたいわけです。なのでループの1回目に行く前に0回目の最後でA の値に A という変数に B を代入しといて、B という変数に R0 を代入しとくと、ここでまた、A、B という記号が、同じようにここで使い回せるわけですね。つまりここからここまでが非常に同じような表現で、この i の値、つまりループの回数を変えるだけで同じようにこう表現することができます。つまり、i イコール1の時は a イコール 91×b 足す r1 になると。先ほどはこの9の添え字が0、r の添え字が0だったんですけど、ここでは1になってるだけで、書き換えることができます。つまりこことここと、ここは同じような表記で書くことが
できるわけですね。これで法話文で書けそうだということが分かってきます。